気じゃのう、ななの。そうですね、お嬢様。で、職へはいつ着くのじゃろうかの、ななの。さあ、まだ魏の領内だと思うんですけどね。多分、きっと。そうか、まだまだじゃのう。まだまだですね。のう、ななの。さっきから疑問に思っておったのじゃが。何ですか、お嬢様。なぜこれほど天気が良いのに田畑には誰もおらぬのじゃ。いつもなら誰かしら人がおるというに。お祭りか何かじゃないんですか。村を挙げてのお祭りなら今日は誰も仕事に出てないとかありそうじゃないですか。なるほどの。さすがななの。わらわの疑問もすぐに解決してくれるの。ありがとうございます。で、それは何の祭りなのじゃ。まだ収穫の祭りには早いと思うのじゃが。そこまでは行ってみないとわかりませんけどね。ならそこまで行ってみようかの。はい、お嬢様。私たちの歌、今日も聴きに来てくれて本当にありがとう。さあ、今日も行ってみるよ。せーの。ほら、もう一回。じゃあ最初の曲いくよ一体何なのじゃあれは。なんだか怖いのじゃ。私だってわかりませんよ。ただみんなが仕事に出てないのはあの子たちが来てるからなんでしょうね。そうなのか。あのくらいの楽団の一つや二つ、わらわの国にはいくらでもおったがのう。こんなど田舎じゃ娯楽も少ないんですよ。あんな派手な楽団が来たらおじいちゃんおばあちゃんから奥さん旦那さん、孫にひ孫に犬に猫までみんな大はしゃぎですよ、きっと。なんと犬に猫までとな。犬に猫までですよ。それじゃあ次の曲も続けていってみよう。じゃがなんとも面用な歌を歌っておるの。わらわの知っておる歌とは全く違うぞよ。ですね。どこかの信仰の団体なんですかね。そうじゃ、ななのいいこと思いついたのじゃ。何ですか、お嬢様。わらわたちは歌で兵を集めるのじゃ。わらわの歌に心を奪われた者たちによって忠実な軍団を作れば、曹操やあのねじねじ頭にも負けないのじゃ。さすがです、お嬢様。人がとっくにやってることをいかにも自分で思いついたように言うなんてずうずうしいこと、大陸広しといえどもお嬢様しかできませんよ。そうじゃろう、そうじゃろう。もっとわらわの思いつきを褒めたたえるのじゃ。
速準備してきますね。なんだかよくわからんが、良きに計らえ。お疲れ様二人とも。今日も最高の出来だったわよ。どうしたのちーちゃん。なんだか元気がないみたいだけど。お腹空いたなら何か食べに行く？違うわよ。ねえ蓮舫、気づいた？何が？ちー姉さんも気づいてたのね。だから何が？昨日や一昨日に比べてお客さんの数、明らかに減ってるよね。蓮舫、何か知らない？ええ、少し調べてみたんだけど、ここ何日か前から流れの旅芸人が町外れで歌を歌ってるらしいのよ。はあ？この張三姉妹がいる村でよりにもよって歌の興行ですって？よりにもよってね。私たちとは客層が違うようだから様子を見ていたのだけれど、これ以上お客さんを取られたらこちらもやっていけないわ。だから今から偵察に行こうと。それ私が行ってくる。あ、ちーちゃんが行くなら私も行く。天宝姉さんが来ても何もしないでしょ。邪魔はしないからさ。この村本当に何にもないから、ご飯食べるか寝るかちーちゃんで遊ぶしかすることがないんだもん。私で遊ぶって何よ。えへへ、内緒。そうね。だったらみんなで行きましょうか。いいわ。ならみんなで見に行きましょう。賛成。皆の者、今日もよくわらわのために集まってくれたの。では今日もしっかり歌ってやるのじゃ。皆の者、わらわの歌を聞きたいかの？お嬢様、その辺にしておかないと、こないだみたいにお年寄りの皆さん倒れちゃいますよ。そうであったの。では行くぞ、ナナの。はい、お嬢様。わらわの歌、どうじゃったかの？ならば気分が良いからもう一曲歌うのじゃ。よーし、ならナナのもう一曲いくのじゃ。はーい、何にしましょうか。
任せるのじゃ。はい、じゃあこれでいきますね。なんかお年寄りの歌姫って感じね。ちょっと、私たちが狙ってるのはもっと若い層よ。なんで私たちの客まで取られてるのよ。こういう村でお年寄りの影響力が強いからどうしても向こうに流れてしまうのよ。私たちのところに来るくらいなら彼女の歌を聴けってね。何よそれ。これだから田舎者は。私たちが来たばっかりの時は大騒ぎだったくせに。ショーをインと欲すればまず馬をいよ。敵ながら見事な作戦だわ。でも歌は結構うまいわね。私たちに比べたら全然じゃないね。それは正面から勝負できるなら負ける気はしないけど。勝負？それよ。それってちょっとちい姉さん。ありがとうなのじゃ。ありがとうなのじゃ。おひねりはぜひこちらに。のうななの。諸人たちからこのように慕われるのも気分の良いものじゃのう。ですね。ナナノもとっても楽しいですよ。じゃが、お主が楽器が弾けるとは知らなんだぞ。いつ覚えたのじゃ。こんなこともあろうかと、ちょっと練習しておいたんですよ。さすがななのじゃ。万事抜かりないの。でも、何か忘れてる気がするんですけど。何でしたっけ？知らぬ。じゃが忘れるようなことならば、さして大事なことではないのであろう。そうですよね。じゃあお嬢様、どうします？もう一曲いっちゃいます？今日は特別にもう一曲歌うのじちょっと待ちなさい。ゃ。なんじゃお主。人がせっかく気持ちよく歌っておるというのに。気持ちよくも何もないわよ。勝負なさい。ああ。ななの、こやつ何を言うておるのじゃ。教えてたも。そう言われても。バカにして。いいわ。詳しく教えてあげるから覚悟なさい。私たちの歌が上手すぎて自分たちの商売上がったりだから、腹せに私たちにイチャモンをつけがてらに勝負を挑んできてる小物の芸能集団ってことくらいしかわかりませんよ。まあいろいろ否定したいところはあるけど、大筋は違ってないわね。否定してよ。で、要はわらわたちと勝負したいのじゃな。勝負よ。のた。よし。ちょっとお嬢様。挑まれた勝負を断るなど、円家の一員として恥ずべき行為ならば、おうと答えて何が悪いのじゃ。せめて条件を聞いてからにしてくださいよ。負けた方はこの村から出ていく。
ったらこの村で興行を続けていい。それでどう？乗った。よし。お嬢様ってばん。だからなんじゃ。それって勝った時のこちらの利が何一つありませんよ。それでもいいんですか？そうなのか？負けたら追い出されるのに、勝っても今まで通りってことですから。それは旨味がないの。だからその勝負は受けられませんよ。こちらに何か利を用意してから来てくださいね。そういえばそうね。ならあなたたちが勝ったらここで稼いだ私たちの収益を全部あげるっていうのはどう？ちょっと天宝姉さん？大丈夫よ。それともちーちゃんも蓮舫ちゃんも私たちが負けるって思ってるのかな？いいわ。ちー姉さんまで。どうせ負けないんだからいいじゃない。ということで、そっちが勝ったら私たちの稼ぎは全部あなたたちのものよ。これでどう？乗った。よし。お嬢様、あれだけの興行の収益ですよ。私たちのすごい軍資金になりますよ、きっと。なるほど。ならば受けぬ手はないの。なら勝負は成立ってとこね。いつがいいかしら？勝負はこちらが持ちかけたのだから、日取りはあなたたちが決めていいわ。さっさと決めようではないか。明日で構わぬ。だったら勝負は明日。会場は、そうね。あなたたちに合わせてここにしてあげる。それでいい？それじゃあ最後の投票も私たちを応援してね。じゃあなたたちの番よ。何？随分と秘策があるみたいだけど。なんだろあの余裕。蓮舫、順番間違ったんじゃないの？つけ焼き場じゃ何もできないと思ったけど、もう少し念を入れた方が良かったかしら。まああとは向こうの出方を見るしかないわね。練習のしすぎで喉を痛めたの？だったら声を出さなかったのはまさかそ
そんな解説なんか誰も聞いちゃいないわよ。とにかくここは逃げるわよ、蓮舫。ひどい音痴。ガク。ちょっと天宝姉さん、死なないでよ。だったら私たちはそんなど素人に正面から勝負を仕掛けたっていうの？だかな。バカでもいいから逃げるわよ。っていうか天宝姉さん運ぶの手伝って。